風沼セラピー。皆様こんばんは、みえちゃんです。はい、今日もね、風沼セラピーへようこそおいでくださいました。先に進む前にね、今日テレビ東京でね、いつかもお話ししたと思いますけれどもね、You は何しに日本へという番組でね、エルミンさんがね、テレビ東京に捕まってね、インタビュー受けてたお話ね、あれがね、本日放送されるんですね。多分ね、エルちゃんが風さんのこと結構話すと思いますのでね、皆さんね、よかったらぜひ見てみてくださいね。はい。テレビ東京ね、見られない人も地方によってはね、ちょっと放送時間が変わるかもしれなかったりしますのでね、おすすめはね、TVer っていうね、スマホやパソコンで無料で見られる見逃し配信サービスっていうのがありますからね、簡単にダウンロードしてね、見ることができますので、よかったらそちらで見てみてください。これなら見逃してもまた見られますのでね。はい。ってことでね、また終わったらね、感想を教えてくださいね。はい。ということで、今日は、まこまない2日目も終わりまして、はい。いや、本当にね、衝撃でしたよね。今回の風さんはね、美女から言えば、透明感のあるね、清らかな本来の美しさと言いますかね。そしてちょっとね、私は風さんがね、痩せたように思ったんですけれどもね、そのせいかね、何か決意のようなものをね、うちに秘めたような、はい、キリッとしたね、雰囲気を感じましたね。けれどもね、それがもちもちした MC でね、途端に別人28号になっちゃうんですけれどもね、このギャップがまたたまらないんですよね。はい、癒されたかと思えばね、また音楽ではとんでもない次元に連れて行かれるというわけです。そこでですね、今回のセットリストなんですけれどもね、皆さんどう思いましたかね。素晴らしかったアジアンツアーやね、コーチェラフェスなどと比較すると、一見なんとなくバラバラに曲を配置したように見えませんでしたか。はい、私も初めはね、あれと思ったんですよ。アジアンツアーのね時に解説させていただいたような壮大なね物語性はないのかなとね、そして分かったんですよね。これがねまたそうかと、はい、はだと思いましたよ。また見えちゃったんだよね。それでねじっくり観察してみますとね、今回のライブは3つのパートに分かれているんですね。そしてそこにはね、禅とかインド哲学で説かれる教えでね、いつも私が勝手に語っている世界、宇宙と共に生きるようになるまでの魂の成長の物語がね完璧に描かれていたんですよ。はい、今日はねこの壮大な3つのパートについてねじっくりお話ししていきたいと思います。これを知るとね、ライブの景色がまた全然違って見えるはずなんですよ。はい、今回はねあまり横道にそれずにねストレートに行きたいと思います。前回の動画でね早く本題に入れよみたいなこと言われちゃいましてね、すごく反省してるんですよ。はい、このね私のね横道へそれたがるねこの一種のね持病ね、はい、風さんとまた別次元でねもちもちなんで、はい、本当に申し訳ありませんね。はい、万が一また出ちゃったらね、はい、どうぞね目をつぶってちょうだいね、なんとかしてちょうだいなんてどっかで聞いたことあるね。また早速出ちゃいましたけど、はい、まあいいや。はい、まずね第1パートね、はい、これがね迷いから悟りへということなんですよ。始まりは何なんですよね。はい、初期の名作ですね。これはねもう実は私の視点で見るとこの何なんていうのは迷いや執着の中にいる自分との対話なんですよね。はい、そこから一歩ずつ重い荷物を下ろしていくプロセスが始まります。それがこの何なん。そしてそこからもう栄和が来るんですね。この何なんでね、本当の自分との会話の結果、執着心が取れていきます。そしてもう栄和に移行するんですけれども、禅の言葉で言えばね、これ無為の信任というね状態でしょうかね。この無為の信任っていうのはね、自分じゃ何もしない人っていう意味ですかね。はい、私の密かな願望ですね。自分じゃ何もしなくてもね、はい、夕方6時になると目の前にねごちそうが並ぶという、そういうもんにできないもんかどうか、はい、そういった、自分では何もしなくても
全てが起こることが起こっていくと、全てを捨て去った宇宙にお任せの状態なんですね。はい、この状態に入るとね、もう次はもう宇宙との一体感ですね。はい、そこで出てくるのがですよ、死ぬのがいいわですよ。はい、もうね、宇宙とは切り離されては生きてはいけない状態です。はい、もちろんね、あんたっていうのはね、本当の自分、宇宙、ハイヤーセルフ、何でもいいですよ。シンガでもいいです。プレマ風に神と呼んでもいいですけれどもね、そのあんたね、ノンデュアリティなんかではそれなんて言いますけれどもね、存在です。その真我と一体となって生きていく状態ですね。はい、それで死ぬのが言われ、その状態となりまして、そして我欲で生きることがなくなって、そして祭りに行くというわけなんですね。もうごく初めの頃の段階でなぜ祭りが出てきたんだろうってね、もうずっと頭ひねってたんですけど、これでここの時点でね、一見落着するんですね。一旦この第一場面が終わると言いますかね。はい、これはね、まさに執着を捨て去ってね、今この瞬間の命を祝う悟りの境地がこの祭りという曲ですよね。涅槃ですね。はい、ここで最初のパートが一応完結するんですね。でここでね MC が入ったね。皆さん元気ですか？元気ですよ。でね、何よりですってね、健康が一番ですから、栄養あるもの食べてなんてね、どっかの優しいおじいちゃんみたいに言ってましたけどね、逆にね、風さんもっと栄養つけてってね、言いたくなっちゃうね。納豆とキムチだけじゃなくていいもの食べてねってねもうこっちも心配だよね。そしてね、第2パートに行くんですけれども、これがね、宇宙と共に生きるリアルな姿なんですよ。はい、これがすごいんですね。キラリから始まりますね、第2パート。はい、キラリからフィーリングッドまでが私は第2のパートじゃないかなって思ってるんですね。でね、ここではね、個体としての自分を超えて宇宙のリズムと調和して生きる姿が描かれているんですね。まずキラリですが、これも名曲ですね。キラリの MV 皆さん覚えてますか？風さんバイクのハンドルから手を離しますよね。はい、手放し運転ですよ。はい、今回のライブでもあれにすごい意味があるんですよ。みえちゃんですのご常連さんならね、もうすぐ手放し運転の意味わかると思いますよ。はい、そうです。神の自動運転ですね。つまりいつも言っているお任せです。はい。そしてね、その後がガーデンですね。はい。これはね、人生で起こるさまざまな出来事を庭のね、いろんな草花草木に例えて歌っている歌ですね。それをそういうさまざまな出来事を受け入れて生きていく姿ですね。はい、そしてそこから帰ろうと続いたかな、確か帰ろうと続きます。はい、人生のいろんな出来事の中には当然死の問題っていうのがつきものですよね。その死を通じて何かを人は悟ります。はい、みんな一つに帰るんだよっていうね、もう達観の曲が帰ろうですよね。はい、そしてここでね、盤面の紹介が入ります。そして続いて優が来るんですね。はい、老若男女の皆様とね、This song is for you と、これはあなたのための曲ですと。はい、まさにね、この曲は本当のあなたとは誰なのかっていう確信を見せている曲なんですよ。詳しくはね、私の You についての感想動画もありますので、参考にしていただければと思います。まさに真実を見たものならわかるこの You の意味ですね。これを切々と優しく風さんは歌っています。そしてはい、Feeling Good です。はい、風さんが見せたね、壁の隙間からなんか手をこうごちょごちょ出してね、ハート作ったりいろいろやってましたけれどもね、あれは自分と他者、自分と宇宙の境界線が消えた状態、まさにインド哲学でいうところの凡我一如の世界観そのものですね。先日の動画でも触れましたけれどもね、子供のように生きる、自分以外のものと対立しないで
遊び心いっぱいに生きることの大切さをこのフィーリンググッドは歌っています。はい、ここまでで2つ目のパートが終わります。はい、これは一言で言えば悟りの後の宇宙と一体になって生きていく自由な人生の見本みたいなものを次々と歌っているんですね。そしてね、この後第3パートへ移ります。はい、これはもうね修行ですね。そして最終下脱へと至ります。はい、この最も感動的な第3パートです。ちょっとお水を飲ませていただきます。はい、これでねまず「It's Alright」を歌うんですけれどもね、歌う前にバンドが前奏みたいなのをしますね。そして木魚のようなリズムで「It's Alright」に入るんですけれども、明らかにここでまたね新しいパートに入るんだぞっていうそんな感じの前奏なんですね。でその時ね、先ほど見たようなジャケットを着てね、はい、こんなジャケット着てね、これ赤なのかな、バラの昔ねなんていうの、中世の修道士ね、はい、これフードかぶってたんだよね最初ね。中世の修道士のようなフードをかぶっていましてね、あれ見た時は私バラの名前っていう映画を思い出したんですよ。昔のねショーン・コネリーね、私大好きなんですけど、ショーン・コネリーかなりおじいちゃんになってからだね、なってから出た映画でね、これこれ原作がイタリアの作家ウンベルト・エコっていう人なんですけどね、迷路みたいなミステリーを書く人なんですけれども、このフードかぶったねショーン・コネリーを思い出したんですよ。はい、つまりここでまた愚道者の姿になったんですね、風さんはね。はい、修行者です。はい、それで現れて、はい、同時にその修行者自身が神となって歌うんですね。それが It's Alright ですね。そしてね、この It's Alright でね、どんな状況も全てはもう神の采配であると、はい、神や宇宙の采配であるっていうことを示したんですね、この曲でね。はい、そしてまずこの神様の姿をこの第3のパートで初めて示したわけです。そしてこの後花に行くんですね。でこれはもうだいぶ以前の花の感想動画でももう同じことを言ったんですけれども、花っていう曲はもう修行者そのものの姿ですね。はい、もうね泥の中にありながら救いを求めて、はい、美しく咲いていこうとする、そういう魂を描いていますね。はい、そこから今度は優しさへ行くんですね。今回結構ねジャズっぽいアレンジで素敵でしたよね。この曲で、はい、この優しさという曲は神の愛と優しさに目覚める曲ですね。この曲私大好きでね、ピアノでも練習してるんですけどもなかなかうまくならないんですけどもね、この内面のね高まっていく表現がすごいんですよ。はい、そしてね皆さんもびっくりしたでしょ、途中のね沈黙、はい、優しさのね途中の沈黙ですよ。すごい長かったですね今回ね。そしてあーときますよね。もうこれはもうね分かったそうかっていうね魂の叫びですねと私は思うんですよ。これこそ真実に気づいた、つまり悟りの瞬間ですね。はい、そしてついにそこからプレーマへと昇華していきます。プレーマに入る前にね、風さんプッとかねポッとかねなんか出し惜しみしてましたけどね、その後高らかにねみんなでプレーマと歌いましたよね。はい、このプレーマでねついに優しさではまだ神と私の2つに分かれていたんですけれどもね、ここで神こそが私であると、私こそが神であると、ね、全てのものが神だったんだと、そういう真理に到達するんですね。はい、そして最後じゃないねまだ、そして次に満ちていくに行くんですけれどもね、これはねもう肉体の死を通じてね魂が宇宙へ帰るプロセスですね。この満ちていくはね第一のパートの帰ろうと同じような役割ですね。つまり、全ての執着をね手放していく下脱への段階の道ですね。神の愛を悟ってもね人生は続いていきます。時には死別などのような耐え難い苦しみもね
待っていますよ。そういうものを乗り越えていくことが人生なんですよね。はい、ここでだったかな、ちょっとはっきりしないんですけどね、どうにもならんことは手放していろんな小さなことに感謝して、一歩ずつ一歩ずつあなたのペースで進んでいきましょうと言ってますよね。はい、本当にこの死別というのはどうにもならんことに入りますけれどもね、そんな風に風さんも言っていました。そしてこの満ちていくのを後でもね、幸せになりましょう、いらんものを手放して、欲望執着手放して軽く生きていきましょうと、はい、言ってね OK グッバイに移りますよね。はい、この曲ね、この OK グッバイこそがね、執着を手放して生きていく姿そのものなんですね。これはね、単なるね、別れの挨拶じゃないんですね。すべてを悟ってすべてを捨て去る最終下脱、何も持たずにただ光の中へ消えていく、いらんもんは捨てる、でもちょっぴり人間らしい未練も残っている、そんな究極の美しさがある曲なんですね。コーチェラでのね一幕覚えていらっしゃいますかね。 OK グッバイの最後にね、風さんが見せた悲しげな表情こそね、分かっちゃいるけど辛いものもあるなっていうね、人間らしい感情なんですね。執着を完全に捨て去るって悟りの後ではね、後ですらもねすごく難しいっていうことがね、シーンでも分かるんですよ。はい、分かっちゃいるけどねやめられない、分かっちゃいるけどやめられないってね、昔歌あったけどね、はい、まさにあれですね。はい、煩の自我はね、根っこがねもう深い雑草みたいなもんでね、なかなか根絶はできないんですよ。でもね、抜いていかないと人生がもう苦しみに満ちていくじゃなくて苦しみに満ちていくになっちゃうからね。はい、そしてその後ルーレットになってね、今回もね青春病でしたよね。また迷いに戻ってしまいましたけれどもね、これも何かのつながりを感じますね。さっきも言ったようにね、全ては一つ、みんな神様だったという真実を悟ってもそれで終わりじゃないんですね。人生の修行は続くんですね。でもその道筋が進むごとに以前より明らかに苦しみや、悩みがね減っていきますよ。だからこそ私は皆さんにも気づいてほしくてこのチャンネルをやっているんですけれどね。でね、Day2 ではね、ここで8個をやったんですかね。はい、ちょっと完全なファンカムをね、通してみたわけじゃないのでね、はっきりしないんですけれども、やったとすれば、ここでもう本当の最終下脱、はい、ボンガ一ヌですね。このボンガ一ヌに関してご存じない方はね、8項の MV 解説のところでもういいやというほどご説明してますので、はい、よろしかったらご参考になさってくださいね。はい、こんな風にね、今回のライブざっとね3つのパートに分けてご紹介してきたんですけれども、こんなにもね壮大な解釈の物語を見せてくれた直後にね、もちもちした岡山弁の、はい、MC がありましたね。みんな今日は来てくれてありがとうね、足元に気をつけて一歩一歩踏みしめるように歩きや、私もそうします。また会いましょう。I love you とね、はい、このギャップこそがね、風さんの愛、風さんの魅力そのものですよね。はい、特別なことなんて何にもないね。ただ愛としてここにいる、そんな風さんのピュアな人間性がね、MC に凝縮されていた気がします。皆さんはどの曲のどの瞬間に一番感動しましたかね。ぜひコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは凛々しい修道士のような愛に満ちた人生を生きる藤井風さんの世界を自分なりに勝手に語っているチャンネルです。時々レトロな記憶で横道にそれる発作が起きる病に侵されておりますので、我慢できない方はチャンネル登録はなさらないようにお願いいたします。いつもびっくりするぐらいたくさんの応援やハイプを本当にありがとうございます。いよいよ本番を迎えた皆様の夏が楽しいものでありますように。はい、それではまた次のセラピーでお会いしましょう。みえちゃんでした。さようなら。